ただ土を触るのが好きです。私がだから一番陶芸で何が自分がしたいかって言ったら土触るところが一番したいので、だから結局人に頼むことができないというか、人に委ねられる部分がないので、もう全て自分でやってる感じですね。
研修生の頃に父が肺炎になってそのまま結局私が卒業するタイミングでもう他界してしまったんですけど、最後に父と旅行に行ったのがたまたま信楽だったんですね。だから陶芸始めて数ヶ月の時に信楽にたまたま旅行できたんですけど、その時にその土地との波長みたいなのが瞬間的にあって、ここいいなっていうのはあったんです。漠然とですね。まさか鹿児島出るとかとは全然思ってはいなかったので、結局信楽はずっと憧れの土地ではあって、でも現実は自分で出店料を払えば出れるようなイベントであったりとか、陶器市っていうのを転々とずっとして、その地域ごとのお客様っていうか常連さんみたいなのを増やす活動の方をずっと続けてて、その何年後かに堺市に合格することができて、でそのゴールデンウィークのタイミング信楽に来て、で今までいろんなイベント出てたけど、明らかに来てるお客さんの質とかそういう購買欲みたいなのが他の地域とは全く違ってたんですね。その器が好きな人の集まる具合が本当にすごくて、やっぱりだからここに住んでて、で秋にもそのセラミックっていう滋賀県に住んでる人しか出れないっていうのに出れる人たちってすごい恵まれてるなって帰る時にいつも思いながら帰ってたんですね。だから自分はここでまた帰るんだなって。だから本当に信楽だけはずっと帰りたくないっていう感情があった土地なのは初めてだったです。私は自分のことは陶芸家とは思ってはいなくて、陶芸をする人とかそういうので名刺とかにも陶芸人とかって書くんですけど、自分の中にある情熱とかそういうものを表現するために陶芸をしているとかいうことは全くなくて、工房を立ち上げた時に食器を作る人になろうっていうそこは決めてあったんですね。で食器を作る上でその自分の中に多少なりともあるアート性とかセンス的なものがもし何かがあるとしたら、そこを移していきたいとは思うんですけど、基本的に使いやすい食器を作ろうっていうその軸はやっぱりぶれないでいこうっていうのを最初に思っていたので、だから陶芸が自分の中で何かを表現するとかっていうのとはちょっと違うのかもしれないです。ただ土を触るのが好きです。1回目陶芸教室に行った時は体験陶芸だったんですけど、初めて土に触らせてもらって作り方を教えてもらって、で 2,3 週間後に出来上がったものを見た時に天才じゃないかっていうぐらい綺麗に焼き上がってたんです。でも自分では釉薬もかけてないし、素焼きの段階も自分では一切していないんですけど、その化け方が半端じゃない陶芸のやつをもう一瞬で見てしまったっていう感覚があって、その面白さは、やっぱり陶芸以外は逆に思いつかないですね。私がだから一番陶芸で何が自分がしたいかって言ったら土触るところが一番したいのでだから結局人に頼むことができないというか、そこは私がしたい、そこもしたいっていうところで結局人に委ねられる部分がないので、もう全て自分でやってる感じですね。そぎ落としてもっと上へ行きたいっていう欲望みたいなのはやっぱり物を作ってる人間としては自分の中にも多分あるとは思うんです。でもそこまでの人間ではないだろうっていうのがなんとなく半分後ろぐらいの自分の中にいるので、あまりにも高みを目指しすぎて途中までも行けないっていうよりは着実に前に進める方を選びたいっていう堅実さみたいなのも自分の中にはあって、あと一つはやっぱり自分一代でもう終わるっていうのはもう決まってるというか、その子孫がいないので決まってることなので、
後ろに背負っているものがないというか、後を継がせたりとか後に引き継ぎたいっていうものだったら、やっぱりより迷いが出てくると思うんですよね。よりいいものをとか迷いがないように無駄なくって思うと捨てることができないっていうのはあると思うんですけど、私の場合はやっぱりその1台っていうのが自分の中で決まってると、もうさっさとここはもうっていうぐらいあっさり切り捨てて次に進んだ方が、残されてる時間そんなに長くないぞみたいなのはありますよね。だから次の台に行ったらもっと磨きがかかるっていうのであれば、すごい長いスパンでずっと極めていけると思うんですけど、自分の中ではその取捨選択みたいなのを1台でやり終えるっていうとすごく短いんですよね、そのスパン自体が。っていうのに、気づいた時にすごい迷いもなく捨てられるようになった感じですね。あと一つやりたいなと思ってるのは、その最終的には信楽の町って陶芸の散策路とかがあるんですけど、その歩いてたらいきなりギャラリーがあって、自分の作品がポツンと置いてあったら売れてっていう、そういうところのお店番みたいなのをしているぐらいの陶芸家になりたいじゃないですけど、なってたらいいなというのが信楽に来ては思いますね。わーわーキャーキャー言われたいっていう欲はないとは言いませんけど、でもじゃあそれで一生終えていけるかどうかっていうのとはまた別問題で、何も知らないギャラリーで、自分でできたらギャラリー運営してて、そこでなんかこの人のこれかわいいとかっていう風に最終的にはなりたい。名前とかそういうのではなくて選んでもらえるものになっていたら、なんか自分の陶芸人生はなんていうんですかね、起承転結のケツまでちゃんといけたなという、そんな感じに収まるような気がしているんですけど、理想はそんな感じです。例えばその20年後とかにたまたま信楽でこれ買ったのって言った娘さんの器を見た時に、お母さんこれ若い頃集めてたとかいうような、なんかつながりがもしできたら、もう本当作り手冥利に尽きるというか、そんな感じで終われたらもう終わる話してるんですけどそれが、理想ですね。だから一台だからこそのできる理想の話です。